ベイビーが作ったパスタでございます。そこまで嘘を使って、時間使って、頑張ってるだから、かわいそうからお金あげました。ベイビーはさ、すごいいいよね。なんか自分のプロジェクトがあるのね。まあ、それで移住したんだけど、私はね、山小屋で閉じこもりよ。ジュンとクリスです。今日はパリに来ましたね。ということでパリでちょっとキャフェしようかなと思ったんだけれども、ベイビーなんと今日は本当にどこも全然行けなかったです。キャフェに行けなかった。今日はビジョンと一緒にいるから。そう、この子です。ビジョンです。ビジョン。そうビジョンと一緒にいるからみんなダメと言われて、ほとんどダメで、今日はなぜかダメだったっていうね。この顔見てって言っても、あんなに可愛いダメ。可愛いよっておとなしいよって言ってもダメで、今日はもうなんか3軒ぐらいちょっと頑張ったんだけれども、ちょっと無理だった。初めてじゃない？初めてだよね。だからずっとブラブラしてるの、私たち疲れてきちゃって、それでそのままちょっとね、帰ろうかみたいな。そう、ウィンドウショッピングして店の人と話して、ベイビーがね、ずっとね、お店に入ったらそこでね、あのバッグがいい、このバッグがいいってなって、ずーっと喋ってて、そしたらね、お水でも飲みますかって言ってペリエをいただいたんだけれども、何かを求めていたわけじゃないから飲んで、そのまま出ました。そんな感じよね。そうね、お水もらってポストもいて無料でいただいて、もうなんて素晴らしい優しい店員さん。めちゃくちゃいい人。そう、またチャレンジしてキャフェ行こうとしたらちょっとダメだったから、もうそう疲れてきちゃって、じゃあ帰るみたいな。そう、帰らなきゃいけないじゃない。そうっていうか、みんなね、今夏なんだけど、この天気見てよ。なんだけれども今7時だよね。7時。そう、なんかさ、10時ぐらいまで明るいから狂っちゃって、なんか夕食とかがすごい遅くなるんですよ。今日もディナー作りました。ベイビーがディナー作った。だからちょっとそのベイビーのディナーを食べながらおしゃべりっていう感じしようかなと思います。いいですか？ありがとう。ベイビーお腹すいたね。戻りました。もう持ってるし。何作ってくれたんだっけ？パスタ。パスタ、何のパスタ？レモンパスタ。レモンパスタ？うん。すごい夏っぽくない？うん。初めて聞いたレモンパスタ。なんかピーチパスタとかもありそうじゃない？ピーチパスタまだ見たことないんだけど、レモンパスタある。イタリアとか、まあイタリアぐらいね、人気だと思うけどね。うん。あ、そうなんだ。うん。夏になると。何入ってんのパスタに？レモンとピコッタチーズ。あ、ベイビーが大好きなチーズ。あ、興味あったら僕のインスタ見てください。Mr.Chris.Home のインスタグラム見てください。英語バージョンは？ If you wanna watch my recipe in English, you should check Chris Takeda on Instagram. そう。私はね、前にベイビー一皿ね食べたじゃん。それすごい忘れられない一皿があるんだよ、ベイビーが作ってくれたの。何が忘れられないね、フードがあるんだけど、ベイビーが作ってくれた。たくさんあるじゃない。もう毎日忘れないフード。まあ最後になんか忘れられないのがキヌア入ってたやつ。the salmon。そう、なんか日本っぽくって醤油が入ってたような気がして。でも醤油じゃないんでしょ？醤油じゃなかったね。それでびっくりして、みたいな、こんな味になるんだみたいな。すっごいそれもう大好きだったよ。じゃあまた作る。あれすごいヘルシーじゃない？また作ります。すごいヘルシーで、キヌア入ってて、サーモンと、オーマイガー！なんだこりゃ！見てください、このパスタでございます。ベイビーが作ったパスタでございます。すごい。いやー、美味しそう。いただきます。私さ、こういう時にさ、一緒になんかキムチとか食べたいんだよね。なんかおかしい話なんだけど。めちゃくちゃおかしい話だよね。誰パスタとキムチ食べるの？
ベイビーはちょっと口おかしいから、中華料理屋の息子なので、四川料理なので。だからいつもキムチどこでも似合うと思ってるよね。そうそうそう、ちょっと取ろっか。わーい、ベイビー、ありがとう。乾杯。チーズ乾杯。はい、いただきます。なんかグリーンのさ、ルッコラも入ってて美味しいよ。すごいさっぱりしてる、やっぱレモン入ってるから。後味がレモンすごいね、なんか。シュワーみたいな。だからキヌアのね、やつがすごい残ってるんだよね。ベイビーはあんまり覚えてないね。覚えてない？何でも美味しいから。僕作るともう何でも美味しい。もし全然無視してる。何でも美味しいです。本当にいつも私が作れない期待を超える料理をしてくれたりとか。インテリアデザイナーだからなんかさ、すごいおしゃれにするじゃん。やっぱさ、味よりそういった雰囲気の方が覚えてるかも。わかる。でもみんな一緒じゃない？なんかな。どう？みんな最後に一番美味しい食べ物って何ですか？と、あとはどこで食べました？知りたいよね。知りたいって。知りたい、教えてください。ベイビーさ、今日キャフェ行きたかったんだけど、行けなかったけどさ、日本とさ、パリのさ、キャフェの文化、なんか違いある？ないみたいね。全然違うと思って、今日犬はずーっともう全部ダメだったから、これは一緒じゃないと思ってた。だから、日本戻っても大丈夫。いやでもさ、パリって笑えることたくさんあって、なんか、あれ？よかったのに、またダメなの。例えばさ、今日さ、前一緒にビジョンと行った愛犬のビジョンなんだけどさ、一緒に行ったところのキャフェ行ったな。そしたら今日はダメだったよね。そうね、人変わってダメになってるよね。だからまた人が変わるとよく OK になったりするから、今日はさ、なんかそれが続いてなんかね、ワンコとキャフェがね、相性悪かったかなっていう。だと思う、ね。すごく悪かったよね。でも逆にウィンドウショッピングできて嬉しいよね。まあね。店の人と話してデザインについて、だからいろんなゴシップとか、いろんなことに話できたら嬉しいよね。何話した？何話した？覚えてないのベイビー？覚えてないのじゃなくて、見ててつまんないじゃん、それ。デザイナーは早く話してって感じ。デザイナーは早送り。デザイン2倍速。喋るの遅いです。いい？話してデザイナーが一つのブランドから他のブランドに行きました。そうすると今最後のこっちのコレクションと、新しいのブランドのコレクションは最初のコレクションめちゃくちゃ似てるって話にやって、みんな見てくれてるかなっていうところだね、今のね、ベイビー。どのブランドが好きなの、ベイビーは？服。明るくてリラックスなスタイル好き。私、伊勢三宅さん好き。大好き。なぜかっていうと、ちょっとおしゃれだし、プリーツはすごくさ、ストレッチ効いてるじゃん、素材が。だからすごいいいなって感じ。あとなかなかさ、ヨーロッパも日本もさ、一星さんのやつってあんまりないじゃん。ない。一星のプリーツ大好き。おしゃれだよね。なんか2人めちゃくちゃよく使ってるよね。使ってるよね。いっぱい買っちゃったし。最近ね、ジャックムース。ジャックムース最高よね。結構、行ってます。なんかベイビーはびっくりして2009年にできたんだっけ？だから2009年できて、今もめちゃくちゃ大きいブランドになってるじゃない？めちゃくちゃ大きいブティックも持ってますから、びっくりじゃない？なんか15年で、そんなに大きく なれるの？すごいね。じゃあ美味しかった？美味しい。キムチ待ってたよ。でも、キムチなしでも美味しい。ということでベイビー、パリでさ、住んでるっていうかアンドラに住んでるんだけど、パリでさ、観光客だなって思った瞬間とかある？自分が。
ないないないみんな面白い。ベイビーね、全部観光客のところ行くんだよ。観光する名所とかあるじゃん。そういうところに絶対行くんだよ、ベイビー。例えば有名な美術館とか、そういったところと、あと有名な、よく絶対観光客だけしか行かないレストランとか、そういったところによく行く、ベイビーは。で、私はね、なんか何回か旅してると、なんかさ、小道に入ったりとかさ、ちょっと外れたとこを探していくと、あ、ローカルっぽい人がいるのかなってちょっと雰囲気でわかるじゃん。なのでそういったところに入った方がいいのかなと思ったりするときある。全然わからない。パリってみんなどこでも行ってるんじゃない？うん。だから観光客のところ、あんまりなくない？そう。なんてね、もうみんな全部見たい、全部行きたいとかってなってるじゃない？私のね、ベイビーの印象はもう本当にシャンゼリゼ大通りのさ、そのレストランとかたくさんあるわけよ。で、そこのところになんかいきなりもう入るみたいな感じ。考えずにそのままみんなが行ってるから行くみたいなさ。それがベイビーの印象なの、私。行ったことない。で、私はそこで、ちょっとベイビー、なんでここっていう話を言って、いいじゃないここでって言うから、いいじゃないじゃないよねっていう話をしてて、ああ、いい面白い話があるわよ。もうどこ行ってもベイビーは、いろんな国行くとね、人をごまかすね、悪い人たちがいるわけ。そういう人たちにね、いつも捕まる方です。ちょっとおいでって言うとすぐに行っちゃうから。すぐ行く。面白いじゃない？ 2 回それあったよね。まあ面白いぐらい捕まっちゃって、ベイビーが。で、捕まるとあれって、そのままさ、話聞かなきゃいけないじゃんみたいな話になって、聞いてるんだけど、ここで、みたいな。で、ベイビーもちゃんと真面目に聞いてるわけよ。危ないです。真面目に聞いてるんだけど、嘘つきって分かってるじゃない？それ、一番楽しいところ。もう分かってるんだけど、どこまで嘘いいよかなと思う。分かってるよ。一回だけ、マルベイヤの時に、二人も嘘つきかなってあったんだけど、かわいそうから、そこまで嘘を使って、時間使って、頑張ってるだからお金あげました。いきなり話が飛びすぎてみんなわかんない。マルベラでお金払いましたってどういうことみたいな。知りたい方はコメント入れてください。いる？そういう話かよりもっと面白いのがいいんじゃない？わかんないね、わかんない。みんなね、今パリにいるんだけど、どこか行きたいところとかあるのかな？ある。なんかさ、アンドラに戻るのね、もうね。楽しみ。なんかアンドラってみんな知らないと思うんだけど、なんかググっていただいて行ってほしいところとかあったら嬉しいよね。アンドラで？ベイビーはさ、すごいいいよね。なんか自分のプロジェクトがあるのね。まあそれで移住したんだけどね、前も YouTube で言ったんだけど、そのプロジェクトで忙しいんだけど、私はね、山小屋で閉じこもりよ。でも全然もう友達いるし、散歩できるし、美味しいレストランあまりないんだけど、家で作れるんじゃない？そうね。と、オーガニックもめちゃくちゃたくさんあるんじゃない？あるね。あんなちっちゃい山の国で、そんなに人気信じられないぐらいよね。もういいんじゃない？ずーっとではないから、ベイビー。そっか。もうちょっと我慢して。そうだね。もうちょっと我慢してみようか。いや、でもこのキムチも美味しい。このキムチもね、アンドラから持ってきたやつなのから、ほら、これ美味しいよ。すごく。キムチもあるし。ね。だから文句言わないよね、アンドラについて。そうです。パスタ食べる？食べる。すごい美味しい、これやっぱ。さ、茹で方もあるよね、パスタね。なんかさ、パスタで伸びちゃったようなさ、パスタってさ、失敗しちゃったって思うじゃん。かといって硬すぎると、芯がありすぎてってあるじゃん。その合間がいい。あれがイタリア人上手じゃん、どこ行っても。イタリア人だからね。リトアニアです。まあリトアニアンって言っていつもイタリアンって言われるよね。みんなやっぱさ、ヨーロッパの方もリトアニアってどこにあるか分かってない人もいるから、イタリアンって聞こえるんじゃない？こうやってリトアニアって言ったら。なんかね、いつも言うんだけど、
小さい国だから、まあ、知らないから全然大丈夫だけど、心の中ね、嘘でしょと思ってる。そうなの。そうだよ。なんで言えばいいじゃん。嘘でしょ、知らないの？あんたヨーロッパ人なの知らないの？あんなに自分の国しか見てないってびっくりしない？多分ね、自分の国じゃなくって多分ドイツ、オランダ、ベルギー、フランス、イタリア、スペイン、ポルチュガルとか。そうだけど、もうヨーロッパ人にしたらもう全部知ってるんじゃない？北海道の人が沖縄知ってるのと同じ感じ？全然同じ。あ、そっか。韓国も知ってるでしょ？知ってるよ。だからリトアニアってどこですか？もう嘘と思っちゃうじゃない？なんか街とかそういうまあ別に知らないとしょうがないんだけど、国のことを知らないってそれはびっくりじゃない？そっか。じゃない？いや、よく分かんなかった。ヨーロッパ人は知らないっていうのはやっぱ遠いからかなとか思ったりとか。日本もっと遠いだけど日本の国知ってるんじゃない？まあ最近知ってきたよね、日本もね。バルト三国ってほらテレビとかで紹介していったりとかして、まあテレビない人たちでもなんかさ SNS とか見てさ、ヨーロッパ行くって言ったらリトアニアで出てきたりね、たまにね。日本人はね結構頭いいんだから、まあ、何でも知ってるんだけど。ありがとうございます。人によると思うけど。何でも知ってるし、あとなんかキュリアスマインドあるじゃない？日本人ある。キュリアス、好奇心はあります。この辺ね、ヨーロッパこの辺今いるところは、この辺あんまりキュリアスティがない。本当？なくない？まあ人によるけど、人にもちろんよるけど、確かになんかキュリアスっていうか自分の話してることの方が多いかな。そう、ね、だから周りの人じゃないベイビーね、周りの人は友達ね、キュリアスだから友達になったじゃない、でも普通の人、って話すと、全然もう本当に自分のなんていうね、自分の部屋しか見えない。自分の部屋しか見えない、それは大変だね。視野が狭くて。リトアニア人はどう？好奇心？キュリアス？キュリアス。もう何でもキュリアス。リトアニア人？もちろん何でももうキュリアスだけど。あ、本当？例えば僕ね。何でもキュリアス。もうかわいい。そうですね。最近ね、またね、なんか私たちってこういったところからなんかフレンドシップがなるのかっていうところなんだけど、ベイビーの銀行の人がハーフの日本人の方で、ハーフフランス人の方で、ね、でまたちょっと仲良くなって、でそしたらさ、彼の奥さんはエストニアで、バルト三国ってベイビーのリトアニア、エストニア、ラトビアってあるじゃん。そのラトビアだっけか、ラトビア、隣の国だ。リトアニアの上がラトビアで、ラトビアの上がエストニアでしょ。頑張ってるねベイビー、よかった覚えて。あんなに話してるのに旦那さん覚えてなかったらちょっとひどいじゃない？もう多分このビデオは出ないと思うね。で、その方も言ってたけど、なんかフランスから行った時にびっくりしちゃって、エストニアの方もね、ラトビアの方もね、リトアニアの方もなんか日本人っぽいって、ね、初めて思ったんだって、フランスから行って。すごく思ったって言ってた。だろうね。おとなしくて、あれなんじゃない？こう、ベラベラ喋るというか、人の話を聞いたりとか、そう。なんかね、振る舞いことが似てるんだって。それもあるし、結構、びっくりじゃない？リスペクトしてるじゃない？みんなに。ってことは自分にリスペクトしてるってことか。それもある。日本人っぽい。あ、そっかそっか。なんかそうやってエストニアって言ってたから、奥さんが。で、私の旦那もリトアニアだから、なるほど、同じことを思ってると思って。で、私もさ、ほら、ベイビーもそういう性格だし、ベイビーのママもパパも、そういう性格だったから、人の話を聞いてくれるんだよね。ね。ベイビー、エストニアじゃなくてラトビアだった。ごめん。ラトビアね。ごめんなさい。この顔。切れてる。切れてる。しょうがないね。そうするともう、自分の旦那さん分からなかったら、もうフランス人分からないとしょうがないよね。リトアニアの国。
で、バルト三国ってバルト海っていう海あるじゃん。ね、バルト海っていう海あるじゃん。本当にあれ汚いね。それじゃなくて、もうちょっと面白い話あるんだけど、会って、銀行の人ね、会って、話して、あっちの奥さんはラトビア人だけど、僕リトアニア人近いじゃない？男の方は、ハーフ日本人、フランス人じゃない？だけど、毎年ラトビアいて、すごい楽しんでる。と、ラトビア語も勉強してるし、文化も知りたいし、いろんなことを学んでる。こっちの旦那さんは何にももう無視してる。多分、リトアニアの場所はわからないし、リトアニア語多分、二つの言葉しか知らないし、10個ぐらいしてるよ。10個ぐらいしてる。9年で。と、文化全然わからないし、可愛いからしょうがない。ベイビー、私はベイビーだけに興味がないの。それが一番。そんなさ、国のこと知ってもさ、ね、まあ、知ることは大事かもしれないけど、でも一番大事なのはこの方を全部知って、で、この方を愛したくて、うん。で、一緒にハッピーに暮らすことが一番じゃない？だと思う。うん。だと思う。やりたいことをやった方がいい。ハッピー？何が？今。ハッピー？ Of course, happy. じゃあそれで何が求めてんの？全然ハッピーだからいいじゃん。ハッピー。いいじゃん、じゃあ。ハッピーです。じゃあいいじゃん。いいじゃん、別に。全然ハッピー。全然ハッピーかアンハッピー、そういう話じゃないよ。初めてそういう、なんか、ちょっと似てるパターンのカップル見て、すごい、そういう振る舞いって普通かなと思ってた。でも普通じゃない。うちのカップル普通じゃないんだけど、自分の国の文化は、知ってほしくはない全然？ね。うん。そう。だから一緒。うん。全然押し付けない。知ってくださいなんて思わないよ。強制しないよ。なんかね、他のカップル見ると、そういうなってるんだけど。嘘？なってんの？なってるよ。なってないよ。なってるよ。なってないよ。例えば、リトアニア語を勉強してる、日本語を勉強してるとか。うん。じゃあその人もきっと奥さんがすごいんじゃない？ラトビアの文化っていう。あると言ってました。そうなんだ。うん。ないから。普通にあるんだけど、めちゃくちゃ、若い時で出たじゃない？うん。あんまり覚えてないよね。いろんな文化も入ってるよ。頭の中。そうなんだね。で、やっぱり、ちょっと、国際カップルって柔軟の方がいいね。今初めて気づいたけど。ね。うん。僕も話の時はちょっと気づいて、そっか、そういう普通ってなってるお互いの文化勉強しないといけないって。もちろん、ベイビーのことを知ってて、もうそれでもう全然十分だと思ってますよね。でしょ？で、結果的に別に知らなくてもハッピーに生きれる。その人のことをした方がいいよね。そうだね。でも、一日 one word 勉強してください。絶対使わない。絶対使わない。ということで、皆さん、この動画がいいなと思いましたら、ぜひですね、グッドボタンお願いします。お願いします。インスタフォローもしてね。YouTube チャンネル登録もよろしく。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。OK？ OK。せーの。あちー。